今回は1日で漬ける梅ジュースの作り方をご紹介します。加熱なしでもすぐにできて、作り方もとても簡単です。早速作っていきましょう。今回は青梅を1キロ用意しました。黄色く熟した完熟梅でも作れますので、お好きな梅で作ってみてください。傷がある梅でも作れますので、梅干し作りで使えそうにない梅で作っていただいても構いません。梅は水で優しく洗います。2、3回水を変えながらきれいに洗いましょう。たっぷりの水で2、3時間ほどつけてアク抜きします。途中で1、2回水を変えながらつけておきましょう。完熟梅で作るときはアク抜きの必要はありませんので、この工程は飛ばしてください。漬け終えたら水気を切ります。次は竹串でヘタを取り除きましょう。竹串でちょんとつくだけで簡単に取れます。ヘタが取り終わったらキッチンペーパーなどで丁寧に水分を拭き取ってください。ここで水が残ると傷みやすくなりますので、水分は丁寧に拭き取りましょう。もしくは天日干しして自然乾燥させてください。漬け込む瓶は焼酎などで消毒しておきます。瓶がなければジッパー付き保存袋でも大丈夫です。梅を包丁で削ぎながら保存瓶に入れていきましょう。削ぐように切って断面を大きくするイメージです。包丁を使わないでスライサーで断面を切るだけでも大丈夫ですよ。このように断面を傷つけることで梅から早くエキスが出ます。全部入れたら甘味料はお好みのものを用意してください。今回は1キロを半分に分けて蜂蜜と黒糖で漬けたいと思います。使う甘味料によって味も全然変わってくるので、いろいろな味の梅ジュースが楽しめます。甜菜糖やきび砂糖で作るのも美味しいです。ラカントなどの人工甘味料は溶けにくく、砂糖のように梅のエキスを抽出する効果が少ないので、今回の梅ジュースのレシピにはあまり向いていません。量は梅と同様の 500g。 梅と甘味料1対1が最もオーソドックスなレシピです。私は甘さ控えめにしたいので、梅の8割くらいの砂糖の量で作ることが多いです。8割で作ると甘さもあり、梅の酸味も感じられるので、一番好みの味です。もっと甘さ控えめにしたい場合は、梅の半量くらいのお砂糖でも作れます。お好みの量で作ってください。蜂蜜を上から流し入れます。500g の8割なので 400g 入れました。全部入れたらゴムベラで全体を混ぜます。蜂蜜は梅にまとわりやすいので、すぐにエキスが出てきてくれます。
黒糖の方もすべて入れます。こちらも 400g。2種類の黒糖をブレンドしました。ゴムベラだと少し混ぜづらいので、蓋を閉めてシャカシャカ振って混ぜると早く全体が混ざります。ある程度混ざったら、黒糖の方は梅コーラにしたいので、ここにスパイスを入れます。シナモン、クローブ、カルダモン、ブラックペッパーホール、生姜スライスを入れます。昨年、梅コーラの動画をアップしたら、思いのほか反響があり、嬉しいご感想をたくさんいただきました。我が家でも大人気なので、毎年仕込んでいます。2種類の梅ジュースの仕込みが終わりました。蜂蜜で漬けた方はすでにエキスが上がっていますね。このまま常温で1日置いておきます。お砂糖はだんだんと下の方に溜まってしまうので、途中で一度混ぜて溶けやすいようにしてください。完成しました。1日でしっかりとエキスが出て、お砂糖も全部溶けきっています。身もしわしわです。梅の実は取り出してもいいですし、入れたまま保管しても大丈夫です。保存しやすいように小さい瓶に移して保管したいと思います。この後の保存も常温保存で大丈夫です。常温で1年以上保存できます。もちろん梅の実も食べられます。カリカリしていてとても美味しいです。蜂蜜梅ジュースの方からいただきます。水割り、炭酸割り、豆乳割りなどいろいろな割り剤でお楽しみください。蜂蜜梅ジュースは爽やかで、蜂蜜の風味とよく合い、とても美味しいです。冬はお湯割りにして、喉の調子が良くない時に飲んだりしています。梅コーラはかなり本格的で、スパイスと梅の風味が相性抜群なんですよ。これからの暑い時期に大活躍すると思います。ドリンクでいただく以外にもお料理に使ったりもできますので、いろいろなレシピにご活用ください。みりんやお砂糖、蜂蜜の代わりとして、お漬物や炒め物、煮物、ドレッシングやポン酢を作るときに加えると、良い隠し味になってくれます。梅ジュースは気温が高くなると、シュワシュワと泡が出て発酵します。泡が出て発酵すると失敗したと思ってしまう方も多いんですが、それは失敗ではありませんのでご安心ください。以前の動画、梅酵素ジュースの作り方でもご紹介しているんですが、発酵することでまろやかになったりと、とても美味しい梅ジュースになります。それでも発酵させたくないという場合は、お砂糖を入れた段階でお酢を 50ml くらい入れて、冷暗所で保存すると発酵せずに完成すると思いますので、その手順で行ってみてください。梅酵素ジュースの作り方や梅シロップの美味しい飲み方、アレンジ方法などをご紹介している動画は概要欄に記載しています。ぜひそちらも合わせてご覧くださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。